っています。今のね、命令が入っている start.sh っていうスクリプトファイルで私は起動してまして、こちらのね、出てきた一番下の URL をコピーしてやって、止めないというのをやって、今ちょっとね、操作ミスを仕掛けました。でこれでやると、こういうのが開くので、New でターミナルを開いてやって、あとですね、ここの窓にもう、ソースをね、昔の、手順でゲットしていただいている方は、これをコピーしていただいたら、もう準備 OK の状態になります。でですね、PyEQ のね、ソース自体をゲットしてないなら、この手順でソースをゲットしてください。ここはちょっとね、飛ばします。前の動画かな、前の動画ぐらいにはまた動画でも説明してますので、あとはね、ボード Python を編集ということで、こちらに書いてあるように、Python のソースを編集してください。でね、ちょっとこれをね、コピーして貼り付けてみたんですけども、インデントが崩れるんですよ、なぜか。で、GitHub とかで、今後ソースを配布することもですね、使ってるソースを配布することもちょっと検討していきたいと思います。これ貼ってね、インデント直すの結構大変なんですけども、ちょっと頑張ってやってください。でですね、昔の動画でやったというか、この文章で上の方でやってるところはですね、B スコアのところとか、毎章 SG とかですね、毎章 SG オールとか、リストアップ EV とか、リストアップ ATR とか、リストニードチェック EVS とかいうとこまでは、昔の動画でやってますので、今回追加したのがここからですね。リストアップライブ EVS っていうのが、石のですね、ストーングループ、それぞれの石のところにストーングループが割り当てられてるんですけども、それの中のライブスっていう、要は空き領域、縦横、上下左右のですね、石のところにつながっているというか、そのグループにつながっているところで、隣接している空きの領域の可能性が高いところを入っているやつですね。それをね、リストアップすると。で、フィルターエンプティっていうのを使いまして、からのね、目だけをその中で抽出してると。だからその石を囲ってる周囲の隣接した座標が得られるようになっています。フィルターエンプティというのは先ほど説明しました、セルフのね、カラーっていうところに石の状態が入ってまして、2がね、その目が空っていう状態なので、2のとこだけを抽出して、返すと、配列にして返すという関数になっています。で、get depend stone is EV っていうのはですね、dead stones EV っていうのは、EV 値のところにですね、座標を表す数字、内部で処理するときに使われている数字、ちょっと人間には分かりにくい数字になるんですけども、それを与えてやると、まずですね、ボードクラスを生成して、それをね、まず C にコピーします。現状のボードを。で、そこのね、まず、その EV 値に置けるかどうかを ans1 っていうのに入れまして、で、C プレイ EV で、その場所に石を置いてみてですね、新しく作った C というボードに、版にですね。で、返すのは、C の remove EV のリストということになってますので、だからこの remove EV リストっていうのはですね、前の章の取り除いた石を、どこの石なのかっていう取り除いたものを、この、セルフのですね、remove EV リストっていうのを入れるように改造したものを使ってますので、これを使うためには、前の章の動画およびこの文章の上の部分の修正も入れておく必要があります。で、これはプレイストーンズっていうのはですね、いちいちですね、プレイスストーンっていう命令で一個一個石を置いてたんですけども、それが面倒やということで、ここに配列で与えてやったり、セットでもいいんですけども、与えてやるとですね、STR 形式、人間の読みやすい形式で与えてやると、それをね、ループ回して置いてやるというルーチンになってます。で、これをね、さらに、拡張したのがこの下の2つでして、これは先手、後手の順で、先手の配列、後手の配列。こっちはね、逆に、後手の配列、先手の配列の順で、多数のね、石を一気に置ける関数になってます。これは非常に便利でした。使ってみて。で、あとは、
EVS2STR っていうのはですね、EV 値っていうのが内部で使われている座標に対する割り当てた数字なんですけども、それちょっと分かりにくいということで、まあ、セットとか配列とかリストとかになってるものを与えてやるとループ回して、それをね、STR 値、人間の読みやすい座標に変換して、返してくれるという関数を追加しています。ということで、これね、ちょっとこのまま貼り付けるとね、インデントが崩れるので、貼り付けたとですね、インデントが治るように、ちょっと頑張って修正してください。こういうインデントになるように。このもの自体を動いてるソースからコピペしてきてるので、このインデントになってれば動きます。だからね、Python、インデントがね、非常に重要な役割を果たすような言語仕様になってるので、インデントが崩れないように、やってください。ということで、すでにこれはもう修正済みになってます。B スコア。B スコアのところから、ロール。ここまでですね。ここまでが修正箇所になってまして、もうすでに修正した状態になってます。IPython3 で、しまった。IPython3 で、起動しまして、こちらのね、命令を貼り付けていけばいけるはずなんですけど、ちょっとやってみましょう。ここでね、インデントがちゃんとなってないとエラーになります。今いけました。で、あとはね、ボードを入れて、プレイスストーンスっていうので、一気に石を置きます。これでね、一気に石が置けてます。で、あとはね、どこにね、F5 っていうところに置いたら、どこが取れるかっていうのが返ってくるような関数です。するとね、こういうのが返ってきて、61と71。60と71が何かっていうのは上に表示されるようになってるんですけど、前の章の改造を入れてたら、一応ね、それを表示させるための命令が、こちらですね、EV2、EVS2、STR2。これを使ってやると、比較的簡単に、この関数で楽に人間が読みやすい形になるということで、ボードを表示してみましょう。これね、ボード表示してから、ちょっと順番があれかもしれないけどね。これで一気に、E5、E5、E6 のとこに黒丸を置いて、黒×を置いてですね、先手を置いて、あとは、この STONES10 っていうのはね、内部で1が先手になってます。ボードのターンっていうのが1になってるのが先手でして、0がね、5手になってまして、それに合わせて STONES 先手5手の順で置くということで10にしてます。でね、あと、これを取り囲むように、E7、D6、D5、E4、F6 を置きまして、で、この空いてるとこですね、ここにね、石を置けば取れるので、F5 に置いたときに、どこが取れるかを表示させているという形になります。これで、ちゃんと動いてるっていうのを確認できました。今度はね、まず、現在のターンを確認します。これ0になってます。で、今度ね、ターンを1にしてやって、だから先手番にしてやって、同じく F5 に置いてやるとどうなるかっていうと、取れないと。何も取れないと。で、1個目のトゥリューっていうのは、その場所に石が置けるかどうかですね。だから、空になってたら置けるっていうのが返ってきます。で、リストアップ、ライブ EVs っていうのをやってみましょう。で、石に上下左右で隣接して置ける場所をリストアップしてくれる関数になります。で、これやってやるとですね、黒の方はね、もう61しかないと。ここですね。で、白の方はもういっぱいあると。空いてるところがたくさんありますよと。10箇所あります。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10箇所ですね。だから10箇所あるので、その座標になってます。で、これだと見にくいので、それを、EV2STRs で、読みやすい形式に直してやると、こういう形ですね。C6、E3 とかね、これの方が、内部の EV 値よりは、この、STR 形式の方が座標が分かりやすいので、それにして表示してみましたということですね。
ということで、この章のまとめとしましては、ボードクラスのメンバー関数の拡張をさらに、2回目ですね、行いましたと。で、事前に取れる石のチェックをできるようにしましたということが、今回の主な改造内容になります。他にもね、いろいろ、だから、隣接している石で置けるところの座標を全部取るとか、いうのもできるようになってるんですけども、ということで、今回そういう拡張をやってみたという内容になります。それではですね、次の動画でまたお会いしましょう。ありがとうございました。さようなら。